2025年7月、地球はかつてない大きな脅威に直面する可能性があると言われています。一部の預言者や科学者たちは、地球に起こりうる大災害や隕石衝突の可能性を指摘しています。このような予言や警告が出されると、多くの人々は不安を感じ、何をどう準備すればいいのかわからなくなってしまいます。しかし、こうした時こそ、冷静に情報を収集し、適切な準備を行うことが重要です。地球上で起こりうる自然災害は予測が難しいものの、科学的な研究や過去のデータをもとに、ある程度の準備をすることが可能です。そして隕石衝突のような宇宙からの脅威に対しても、国際的な監視体制が整っており、事前に対策を講じることができます。今回はこれらの大災害と隕石衝突の可能性について、私たちがどのように準備を進めればよいのかをより詳しく探求していきます。未来は予測不可能かもしれませんが、知識と準備を持って臨めば、不安を少しでも減らし、対処する力を身につけることができます。漫画家の辰木良氏は、その独特の予知能力で知られる漫画家です。彼女の名前が広く知られるようになったのは、東日本大震災を含むいくつかの大きな災害を予言したことがきっかけです。彼女は2025年7月に東日本大震災をしのぐ規模の大災害が発生すると予言し、特にその中で巨大な津波が発生する可能性があると警告しています。辰木氏の予言は彼女自身の予知夢に基づいており、これまでにも彼女の夢が現実の出来事を予見していた例が複数あります。しかし、科学的な観点では、このような予知夢を直接的な予測として受け取ることに疑問を持っている意見もあります。それでも、専門家たちは辰木氏の予言を完全に無視するわけにはいかないと考えています。というのも、彼女の予言が過去に何度か的中しているからです。科学者たちは地震や津波などの自然災害は一定の前兆現象によって予測可能であることが多いと指摘しています。例えば地震の前には地下の岩盤が動くことで微小な地震が発生することがあり、これが大地震の前触れである可能性があります。また津波は通常強力な地震によって引き起こされるため、地震の予測は間接的に津波の警告ともなり得ます。このような科学的なアプローチは、辰木氏の予言に対する補完的な視点をもたらします。専門家たちは、辰木氏の予言が指摘する2025年7月の災害に備えるため、地震や津波の監視体制を強化することを推奨しています。これには、地震計のデータ分析の強化や津波警報システムの改善、住民への避難訓練の実施などが含まれます。また、専門家たちは、このような大災害に対する備えとして、各個人が非常用品を準備すること、避難計画を立てること、そして地域コミュニティとの連携を強化することの重要性を強調しています。彼らは、辰木氏の予言を災害準備の機会として捉え、科学的なデータと予測技術を駆使して、可能な限り多くの人々が安全を確保できるよう努めるべきだと語っています。予言と科学の間にはギャップが存在するかもしれませんが、どちらも重要な警告として受け止め、適切な準備を進めることが、未来の大災害に立ち向かうための鍵となります。さらに衝撃的なのは、2025年7月5日にフィリピン海へ隕石が衝突する可能性があるという報告です。この情報は NASA によっても認められています。このような出来事が現実のものとなった場合、その影響は計り知れません。隕石とは宇宙空間を飛行している岩石や金属の塊であり、これが地球の大気圏に入り、地表に到達するものを指します。多くの隕石は大気圏に入る際に熱と摩擦で燃え尽きますが、大きなものは地表に衝突し、
大きなクレーターを形成することがあります。NASA は地球に近づく天体を監視し、その軌道を計算して衝突のリスクを判断しています。2025年7月5日にフィリピン海へ衝突するとされる隕石も、この監視プログラムによって発見されました。この隕石のサイズや速度、衝突の角度によって、その影響は大きく異なりますが、主な影響としては、巨大な津波、地震、そして衝突点周辺の広範囲にわたる破壊が考えられます。天文学者によると、隕石衝突の最も大きなリスクの一つは津波の発生です。隕石が海に落下すると、その衝撃で巨大な波が発生し、近隣の沿岸地域に甚大な被害をもたらす可能性があります。また、隕石の衝突は地球の大気に大量の塵を放出し、これが太陽光を遮り、地球の気候に影響を及ぼす可能性も指摘されています。このような事態に備えるためには、まず、隕石衝突の可能性に関する最新の情報を入手し続けることが重要です。NASA や他の宇宙機関は、衝突の可能性がある天体に関する情報を定期的に更新しています。また、政府や地方自治体は、隕石衝突に備えた緊急避難計画を策定し、住民に対して避難訓練を実施することが推奨されます。さらに、隕石衝突の影響を最小限に抑えるためには、国際的な協力も不可欠です。隕石の軌道を変更するような先進的な技術や、衝突を回避するためのミッションの開発など、長期的な対策も検討されています。私たちは今、2025年7月という遠くない未来に向けて、重要な時期に差し掛かっています。辰木量子の予言と NASA からの警告が指摘する、大規模な自然災害や隕石衝突の可能性に直面しているかもしれません。これらの予測は、私たちにとって単に恐れるべき未来のシナリオではなく、しっかりと準備し、対策を講じるための貴重な機会をもたらしています。未来は確かに予測不可能であり、起こりうる出来事のすべてを完全にコントロールすることはできません。しかし、今回紹介した情報を活用して、可能な限り最善の準備を整えることによって、その影響を大きく軽減することができるのです。さらに、科学的な知見と技術の進歩を信じ、これらを日々の準備に生かすことも重要です。私たちの目標は、恐怖に打ち勝ち、未来への不確実性を確実性に変えていくことにあります。情報を得ること、準備をすること、そして互いに支え合うこと。これらすべてが私たちが直面するかもしれない困難に対処するための力となります。それでは、また次の動画でお会いしましょう。